こんにちは、ともまやです。前回固定観念についてのお話をしました。固定観念とは何か、自分にとっての当たり前、自分にとっての当たり前の幅を広げて、他の人の当たり前をどれだけ理解できるかによって、人生楽に生きれるんじゃないかという、そういうお話をしたんですけれども、今回は番外編で、それとは真逆のお話をします。簡単に言うと、例えば共感力が強かったり、あとは HSP 気質の方、自分を犠牲にしてこう相手に尽くしちゃうとか、それによって疲弊してしまう、そういうことをよく繰り返してしまうような方、そういう方にぴったりのテクニックがあるので、そういう内容になっています。よろしかったら最後までお付き合いください。とても簡単にできます。プロテクションバブル、バブルシールドとかそういう言い方ができるんですが、簡単に言うと、その自分の周りにこのバブルを作って、でそれで自分をプロテクトしましょうっていう、例えば一人でいる時にこう嫌なことが頭をよぎってしまった、でそれを考え始めたら止まらなくなる、そういう時とか、あとは、人と会う時、この相手が苦手な方でいつも緊張しちゃうとか、あとは人混み、歩くのがすごく苦手、そういう時にまずはそのネガティブな感情を一度頭から振り払う。私は頭をちょっと振って、でそのネガティブが床に落ちるような、埃がポロって落ちるような、そういうイメージをまずします。そして、目をつぶって、できれば鼻から息を吸って口から吐く、心を落ち着かせながら、少しずつそのポロッと落ちたそのネガティブは、後っぽけなことで、今から私が作るバブルの中には入ってこれない、そういうイメージを大きく膨らませていきます。そのバブルをどんどん大きくしていく。自分が入れる大きさになったら、その中に自分が入る。そしてもっともっと大きなバブルを作っていく。自分がこれなら安全って思うくらいの大きさまでそのバブルを膨らめて、その中はポジティブで充満しています。この中にネガティブは入ってこれません。人と対面しているんだったら、そのギリギリまでバブルを大きくして、でこの人に私は屈しない、怖くない、私は安全なバブルの中にいる、だから大丈夫、人混みを歩いている時も同じで、この中を歩いている間は私は安全だと、そういうイメージをする。ネガティブな感情がこのポジティブを突き破ろうとした時、ちょっと触るとブヨーンって跳ね返してしまう、そのぐらいの強さがあるバブルで、そのネガティブがもっと助走をつけてガーって走ってぶつかってくる。強くぶつかればぶつかるほど跳ね返す力が強くなって、ビヨーンってめちゃめちゃ遠くまで飛んでっちゃうんですよ。そういうイメージを繰り返すんです。そうすると自然と顔がにやけてくるんですよね。ネガティブな感情であったり人であったり何でもいいです。どんだけ挑戦しても絶対にこのバブルは破れない。めちゃめちゃ強いんですよ、このポジティブのバブルは。これをね、私は続けたんです。当時の私を悩ませていたのは、下の住人なんですけれども、下の意地悪な人と付き合わなければいけない、もうそれを考えただけで私はものすごく不安でどうしようもなかった。そういうタイプの人っていうのは、私が反応すればするほど面白くなって、でどんどん悪さを続けていくんですよ。そういう相手の場合は、その人にとっての当たり前を理解しようとする必要はこれっぽっちもない。できればもうフィジカルに離れちゃった方がいい。私は当時真剣に引っ越すことを考えていました。でも新しい場所に行ったとしても、また同じようにそういうタイプの人と
出会ってしまうかもしれない。でもそういうことを考えたらどちらにしてもやっぱりリスクはある、じゃあどうするか。じゃあ自分で解決しなくちゃいけない。でもその時に知り合ったカウンセラーさんがね、私に会っていて、このテクニックが全てを解決してくれた。このうちはメインドアと、共有の廊下があるんですね。下の人は入ってきてすぐにもう自分の家具を置いたりいろいろ好きなことをしていたんです。壁にね穴を開けて、超特大の鏡を取り付けてしまったり、半分は私の持ち物だから私の許可を得なくちゃいけないんだけれども、そういうのも全くなくて、もう全部自分のものかのように扱ってしまう、でそれに私も、いちいちね反応して、そういうことしないでほしいっていうようなことを言っていたんですけれども、私が言えば言うほど、そういうことをしてくる。犬を2匹飼っていて、ちょっとねアグレッシブな見た目のブルドッグのような犬で、私は犬が苦手だから、ドアを開ける時には必ずリードをつけてくれと何回も飛びかかられちゃったりするんですよね。たまたま偶然同じタイミングでこのドアを開けちゃった時なんか、怖いからやめてほしいって言うんだけど、それはね絶対聞いてくれないんですよね。だからその犬が私の郵便物をね開けちゃったり、もう言えば言うほどどんどんエスカレートしていくんですよ。もう困っちゃって、で最終的には私に届いた荷物を盗んで開けて、で外のガーデンでね使っている。でそれを大家さんに言うんだけど、大家さんがその住人とお友達だから、なんでそんなことをしたのか分かんないわ、一応注意しとくけどね、それで終わっちゃう。当時お付き合いしていた元彼にお願いして、間に入ってもらったりもしたことがあって、でもそれでもね止まらないんですよね。そんなことしているうちに毎日毎日文句を言ってる自分も嫌だし、そんなことばっかり考えてイライラしている自分も嫌になって、元彼に申し訳ないなと思ってお別れしちゃったり、私の反応をね見られなくなると相手も面白くないんでしょうね。そういうことをね徐々にしなくなっていったんですよ。今全く問題ないです。対処法を知っているから、何が起こっても大丈夫、自信がある。もうあんなに自分の気持ちが振り回されることはない。こういうことを知っておくだけでも自分のためになるし、前回言ったこととはちょっと違うことなんだけれども、番外編でこういう例外もありますよっていう、そういうお話でした。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたらグッドボタン、そしてコメントやチャンネル登録も励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回の動画は予定をしていた、決断や行動を起こす時の、考え方、違う視点からまた、お話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではさよなら。